どうもすまみです。今回は隔離ホテルについて紹介していきたいんですけども、前半はホテルのルームツアーで、後半は食事であったり実際に泊まってどうだったかっていう感想をシェアしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずこちらがリビングルームです。お部屋全体の広さとしては35スクエアフィートあって、およそ20畳分ぐらいの広さとなっています。でこちらは7日分のお水が入っています。でこちらのカフェスペースなんですけども、7日分のコーヒーだとかお茶、あとはフォークとスプーンですね。で冷蔵庫はね特に何も入っていないんですけども、私の食べかけの食べ物飲み物が入っています。でテレビがあるんですけども、今流れているのはルームサービスで、このような食べ物がねお金を払えば食べれるといった感じです。でテレビの正面にはソファーがあるんですけども、私はここでくつろいだりご飯を食べたりしています。で奥には勉強用のデスクがあります。このデスクはすごく広々としていて、仕事がかなりはかどります。こちらがお部屋からの景色です。24階に位置していることもあって、ケールの街がすごく綺麗に見渡せます。次はベッドルームです。こちらはキングサイズのベッドなんですけども、硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい質感で、10時間ぐらい毎日ぐっすり寝られてます。壁紙も可愛いです。でこちらからもケールの景色を眺めることができます。でベッドルームの奥にはシャワールームがあります。でこちらのシャワールームの洗面台はかなり広くってすごく快適です。ドライヤーもついていて、かなりね風力があって乾かしやすいです。でアメニティも基本的なものがいろいろ備わっているんですけども、コットンであったりシャワーキャップであったり綿棒、いろいろありますね。あと歯ブラシも一応あるんですけども、ヘッドがかなり大きくて使いづらいと思うので、私は自分の歯ブラシを使っています。こちらは私が日本から持ってきた洗面用具たちです。で右側にはトイレと、あとその上には7日分のシャンプー、コンディショナー、ボディーソープとティッシュたちが置いています。でマレーシアといったらやっぱりこれですよね日本でいうお尻ビデで、トイレの横にはシャワールームがあります。こちらがシャワールームなんですけども、水圧もかなり強くて快適ですね。はい、ルームツアーはいかがだったでしょうか。案外ねいい感じだなと思ってくれた方も多いんじゃないでしょうかね。続いてはある日の食事をとってみたので VTR でご紹介します。今日の朝ごはんはまずじゃん、クロワッサンとマントが入っています。パン尽くしで、こちらがブドウとかパイナップルとかリンゴとかたくさんのフルーツが入っていて、で飲み物はコーヒーです。お昼ご飯です。見てください、ここメリークリスマスって書いてある。嬉しい。じゃあ中身はどんな感じだろうな。すごいいい香りがする。おかずはフライドチキンと野菜のオイスター炒めですね。デザートがチョコレートのムースかな。毎食あるこちらのフルーツと、あとグレープフルーツジュースですね。はい、いただきます。メリークリスマス。はい、今日のまずご飯はじゃらん、ローストチキンかなとポテトと、あとブロッコリーがあります。これは期待できるぞ。デザートがじゃらん、かわいいクリスマスケーキです。わー嬉しい。でそして毎度ついているフルーツと、あとはスプライトです。はい、こんばんはです。今日はせっかくなんでルームサービスを頼んでみました。こんな感じでサラダからマレーシア料理、そしてイタリアンや洋食、いろんなメニューがあります。しかもお値段もだいたい500円600円ほどで、そんな高くないですね。 WhatsApp でホテルの人にこれが欲しいですって頼んで、そこから1時間ほどで届くそうです。ルームサービスの1品目はこちら、サテといってマレーシアの焼き鳥を頼みました。で2品目がパスタですね。ちょっと思ってたのと違うけど、いただきます。
このココナッツのソースをかけるんですけども、それがすごく甘辛くて、大好き。美味しいです。パスタなんかちょっとちょっと期待外れ。500円だしね。なんか海外の隔離ホテルに泊まった方のいろんな情報を見てると、結構どなたも食事がまずかったっていうコメントが多くて、すごく不安だったんですけども、私のホテルではプレミアムプランにすると自分が好きなように食事をカスタマイズできるんですね。私の例で言うと、朝ごはんは洋食がよくて、昼夜はなるべく中華がいいっていうようにリクエストしたんですけども、なので食事に関しては特にストレスもなく、なんかどれも美味しくて結構当たりだったかなっていった感じです。万が一食事に耐えられなかった場合は、先ほど紹介したルームサービスもあるので、そういったのも活用すれば全然大丈夫なんじゃないかなと思います。ここからは隔離ホテルに泊まった感想をシェアしていきたいと思うんですけども、まず不満だったことですね。不満だったことは特になくて、おおむね満足してるんですけども、唯一挙げるとしたら2つあって、1つ目はベッドがめちゃめちゃ生乾き臭くってちょっと耐えられなかったことです。私はこんなこともあろうかと思ってファブリーズを持ってきていたので、その問題はなんとか解決することができました。もしこれから泊まろうって考えている方がいたら、絶対ファブリーズは持っといた方がいいかなと思います。2つ目は夜に何度か電話がかかってきて起こされたことですね。で電話の内容としては、ホテルの方がねすごく親切な方で、食事には満足しているかとか、何か不足しているものはないかっていった心配してくれる電話だったんですけども、それが夜の10時とか11時にかかってくることがあったんですね。で私その時間帯はもう寝てるので、寝てる中ね、その大きな電話のベルが鳴って起こされたのは結構イラッときたというか、ちょっとね不満だった点ではございます。次は隔離生活は辛かったかどうかっていうところなんですけども、私の場合だとワクチンをすでに打っているので7泊のプランだったんですけども、初めは全く外に出られないのはかなりストレスフルなんじゃないかなと心配していたんですけども、現在5泊目なんですけども、お部屋もかなり広くって、でこのホテルの場合高層階に位置しているので、景色もね広く見渡せて、あんまり閉じ込められてるっていう感じがなくて、結構快適に過ごせています。でなおかつ私の場合はすでにマレーシアの会社のお仕事をリモートでしているので、仕事をしてるとねやっぱりあっという間に時間が過ぎるじゃないですか。というのもあって、もう5泊目かといった感じですね。で最後にホテルを選んだポイントなんですけども、いろいろあって、で1つ目は食事が比較的美味しいっていう噂を聞いていたんですけども、食事に関しては先ほどの VTR でもご紹介したように、ちょっとね油っぽいなっていうのはあったんですけども、比較的美味しかったんじゃないかなと思います。で2つ目は、Wi-Fi が比較的安定しているっていうところなんですけども、私の場合はすでにもうマレーシアのお仕事をリモートでしているので、ここは重要視していました。で最後のポイントなんですけども、こちらのホテルではホテルと空港からの送迎と、あと PCR 全てまるっと一つのプランにまとまっているので、予約の手間が省けていいなと思ったので、こちらのホテルを選びました。隔離生活での様子はいかがだったでしょうか。あとね、私も隔離生活は2日ほどなので、もうすぐね KL の街に出られるのが楽しみです。ホテルから出たらマレーシアの美味しいお店とかおしゃれなカフェとかね、いろいろ紹介したいものはたくさんあるので、今後のビデオも楽しみにしてもらえたら嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございました。ではでは、つなみでした。Why you texting? You still wanna lay